したら燃費よく走るのが難しい車のコツ。高速道路とか広い道を走るときはワンペダルでないモードを選ぶのがで、この AC を入れれば涼しくなるわけ。冬だったら曇りが取れるわけですけれども、入れた方がいいのか窓を開けた方がいいのか悩むときありません？判断の基準にしてほしいのが時速60キロ。もういろんなあの手この手を盛り込んでね、エンジンブレーキを効かなくしてる。そう、エンジンブレーキっていうのがね、もう単なる抵抗であってロスであって、走りやすい走りにくいを抜きにすればもうそれはね悪でしかない。ステアリングブレーキという言葉があります。ハンドルこうやって切るとね、タイヤこう横向きますよね。これ自体が抵抗でブレーキと一緒です。ハンドルが横向いてるのに車がまっすぐ進んでいれば。5つ目は究極の、理屈的な部分。ブレーキを踏まないのが理想です。遠くを見れば手元プラプラしないんでね、プラプラさせちゃう人は多分視線が近いんだと思います。どうもヒラリーです。今日はちょっと心がければ何も買わなくても燃費がぐーんと伸びるようなテクニックを述べていきたいなと思います。自分もこの前1台ねコツをつかんだ車があって、 1800cc のミニバンで18キロ前後がコンスタントに出るようになりました。すごいでしょすごいって言ってほしい。ということでね、今日は燃費のテクニックから始まって、あとは燃費よく走りやすい車と走りにくい車、それから2026年日本のエネルギー事情がやばいことになっていますので、そのシミュレーション、これからガソリン価格がどうなっていくのか、上がるのか下がるのかキープするのか、そういった話をしていきたいなと思います。さあ、じゃあ早速いきましょうか。やっぱりね、ガソリン代が上がるんだったらその分ドライバーが何とかしなきゃいけないみたいなね。そう、本当はねガソリン代なんて考えたら気持ちよく走れないんだけれども、仕方ないですよね。今後今までの基準に下がってくれることを祈りつつ、今はテクニックでしのぐみたいな感じなのかな。じゃあ燃費よく走るためのテクニック1つ目いきます。まずは先読みが全てです。今のところね、人間ができて車ができないこと、それは先読みの先読み。もうとにかくね、ものすごく先の様子を見る。今前の信号赤ですよね。すごくまだ遠いですけれども、周りの車はまだ加速してる。でも自分は巡航一定速度。この辺でアクセル離します。1台入ってくるかな。あんま気にせず行きましょう。ちょうど下りなんでね、全然アクセル離したまま転がっていける。こんな感じで、青になりましたね。ちょっと踏みますね。こんな感じでね、とにかく先読みをして予測をして、それに燃費を生かす。具体的には信号が前が赤だったらいち早く減速に入る。極論すればブレーキ踏まないのが理想。それからあと加速の時は速度を乗せるまで、例えば60キロまで加速したければ60キロまでは普通に踏んじゃってね、ある程度勢いよく踏んでもそんなに別に燃費には影響してこない。ただその後の巡航というのは時間が長いですから、そこは踏んだアクセルを1ミリちょびっと戻す。そうするとエンジンが燃費のための効率のいい領域に入って、トータルでの燃費が伸びやすい。これは特に純ガソリン車の方が影響が大きいかな。純ガソリン車っていうのは、加速の時とかこうやって止まった時は仕方がない。その代わりに長時間一定速度で走る時にどうやって燃費を伸ばせるかっていうのがね、勝負です。で、今の車はそこで燃費を伸ばせるように作られてるということでね、減速と加速の時、先読みを心がける。じゃあ次2つ目いきますね。2つ目は窓を開けるのかエアコンを使うのかの判断。エアコンって燃費に対してはね、悪者扱いされちゃうものですけれども、実はね、そうとも言い切れない。例えばこの車だとここに AC というボタンがあります。これが送風ではなくて
エアコンのコンプレッサーを回すか回さないかの正体です。でこの AC を入れれば涼しくなるわけだったり、冬だったら曇りが取れるわけですけれども、入れた方がいいのか窓を開けた方がいいのか悩む時ありません？もしそこで迷ったら判断の基準にしてほしいのが時速60キロ。そう60キロ以下は窓を開けた方が燃費が良くなる傾向があって、60キロ以上だったら窓を閉めた方が燃費が良くなる可能性が高いというか、速度が上がれば上がるほどにね、絶対そうなりますね。こう窓を開けると風がね、乱気流が起きます。そうするとものすごい空気抵抗になるんですね。車でよく CD 値とかフロア下の整流とか、あとボルテックスジェネレーターとかね、トヨタ車よくこのドアミラーの裏側にポッコンポッコンとした突起物とかありますけれども、もうそういうのじゃなくてね、とにかく窓を開けることが一番空気抵抗が増します。なのでそんなのでね、燃費を失うぐらいだったらもう躊躇なくエアコンをつけて車内を快適にして走った方が燃費が良くなる。これ一つね、60キロという敷地を覚えておいていただけると役に立つ場面があると思います。で次3つ目はね、ハイブリッド車に限る話です。なるべく簡単に言えるように頑張ります。まず覚えておいてほしいのが、エンジンにはホットスタートというのとコールドスタートというのがある。そう温まってる方がね、燃費良くなりやすいんですね。それからハイブリッド車はどこかで無駄にガソリンを使っても、そのエネルギーをどこかでまた別のところで使ってトータルでの効率を上げる。これがハイブリッドの本質です。そしてもう一つが、渋滞中は温度が上がりやすくて、巡航中は温度が下がりやすい。この3つだね。渋滞中は温度が上がりやすくて、走ってる間は温度が下がりやすい。それからどこかで無駄が出てもその後でつじつま合わせるのがハイブリッド。そして温まってる時の方が効率がいい。温まるとね、まずエンジンオイルが柔らかくなって効率が上がるというのがありますし、エンジンって冷えている時はガソリンをねいっぱい吹きます。それによって早く温めようとするんですけれども、ハイブリッドっていうのはね、もうずっとこの戦い、なんとかしてエンジンを温めなきゃいけない、そういった中で戦っていますからね。でこの3つを覚えておけば、あとは人間のね脳内で処理して、どういう時にどういった行動を取ればいいかっていうのをね、勝手に脳が考えてくれると思うんですね。で自分が思うことをちょっと述べますと、例えばこうやってスーッと走った後の渋滞につながる場面、対向ラインとかね、今もう向こうの信号の先までずっとつながっています。気持ちよく走ってきて、その後渋滞につながる場面とかは、コントロールができます。あとは上り坂の後の、渋滞とかね。もう一つが、エンジンが一度かかったらもうなるべくそのままかけちゃうように心がけること。アクセル踏んでそーっと踏んでるとね、特にトヨタのハイブリッドとかもうすぐエンジン止まります。それが頻繁に起きるよりは、例えば上り坂でエンジンをかけっぱなしにしたければ少し踏み気味に走っちゃって、でそこで蓄えたエネルギーを次の渋滞で生かすようにする、こういった流れになるかな。スポーツモード使ったりとかマニュアルモード使うことでエンジンかけっぱなしにできます。一部の車はね、フルハイブリッドの、いわゆるハイブリッド車でもマニュアルモードついていますので、そういったところを生かすとかね、そんなことをして、とにかくね、エンジンとエンジンオイルの温度を脳内でイメージする。じゃあ4つ目いきましょうか。4つ目はちょっと心がけだけではなくて練習が必要な部分かな。ハンドルをなるべく切らない。ハンドルを切るとね、燃費って悪化します。その理由はまずね、ステアリングブレーキという言葉があります。ハンドルこうやって切るとね、タイヤこう横向きますよね。これ自体が抵抗でブレーキと一緒です。ステアリングをなるべく切らないのがコツです。といってもね、
結構難しいです。コーナーで最大打角を抑制するとか、少しずつ手前からねそーっと切っていくのはやっぱり練習がいる。で普段でもできることは直進時に無駄な多い方というのがね、自分の周りだと結構見受けられます。直進してるのにこうハンドル軽く添えてればよくて、車の行きたい方向に勝手に行かせとけばいいんですけれども、こうねプルプルさせちゃう。これは助手席とかリアシート乗っていても結構フラグラ感があって不快なので、もうなるべくねハンドルからは手を抜いて車の行きたい方向に行かせて、でそれだけだと運転手の意味なさないですから、必要なところはね補正してあげる。やっぱり先読みに関わっていきますね。あと道幅をどれだけ広く使えるか、今自分の車がね車線の中でどこにいるかっていうのをつかめるかどうか、これもねすごく重要です。この辺りはねもうほんと車次第、つかみやすい車もあればつかみにくい車もある。ちなみにこの車はすごくつかみにくいです。なのでもうとにかく近くは見なくてね、鼻から下は見ないようにして遠くを見るように走る、もうこれしかないです。でこう遠くを見れば手元プラプラしないんでね、プラプラさせちゃう人は多分視線が近いんだと思います。で5つ目は究極の、理屈的な部分。ブレーキを踏まないのが理想です。結局純ガソリン車だったらブレーキを踏むということはね 100% エネルギーを捨てちゃっています。で減速したらその分結局加速しなきゃいけなくなりますから、どんどんガソリンが無駄になっていく。ハイブリッド車だったら、そこまで厳密じゃなくてもね、減速した分ブレーキかけた分もしっかり回収してくれて次に行かせますけれども、やっぱりそこで変換ロスというのもあるので2割から3割、いやそれは言い過ぎか、現代の車と 10% は捨てていくことになりますかね。あとバッテリーが満タンになっちゃったらそれ以上は充電できませんから、もうそこからは純ガソリン車と同じように 100% 捨てていくという形になります。で最後おまけで一つ、カチカチになった古いタイヤが意外と燃費に効くこともあるという話をちょっとしながら、車のね空想感の話です。タイヤが古くなると硬くなりますよね。そうするとタイヤの山がよれにくくなる。でこのよれにくさをうまく生かすと燃費につながる可能性もある。可能性ですね。理屈的にはなります。でそれがどんな場面かというと、アクセルを離した時、こうやって走っていて加速してアクセルを離して減速する時に、いわゆるエンジンブレーキの効きが弱くなりますからいっぱい長く転がります。でそれを活かせれば、燃費につながります。この話はね続くコーナーでちょっとしていきたいなと思います。じゃあ今度はね車に合わせた燃費向上テクニックみたいなところで特徴的な車2種類をね挙げて、それに対して述べていこうかなと思います。もうほんとねガソリン価格が今200円にも迫る勢いで、実はそれを政府からの補助金で補っているという形。1日で150億円にも達するそうなんですって。そうするとその金額は、インフレ圧力ですよね。もしかしたら増税圧力、ふざけんなって感じですけれどもね。ちょうど今ねアメリカとイランが戦争を始めて、でホルムズ海峡というタワーディフェンスするんだったらめちゃくちゃ守りやすそうな場所、そこをイランが封鎖しているといった状況で、なかなかね停戦になっても機雷が除去できないから船が通れないみたいなね感じです。じゃあここからは先ほど言ったその2つの特徴的な種類の車でどのように走ったら燃費につなげられるか述べていきます。そしたら燃費よく走るのが難しい車のコツ、1つ目いきますね。1つ目はワンペダルのアクセルペダルを緩めるだけで強く減速がかかる車、こういったワンペダルドライブの車で
高速道路とかこういうね広い道を巡行する時の話です。ワンペダルの車ってこう本当に敏感なんですよね。特にそういったワンペダルってハイブリッド車ですから、細かいアクセルの本当ねこう路面の段差で足がピコって揺れます。それだけでこう変わっちゃうぐらいね敏感で、速度が上がればこの前からの空気抵抗増えて、ちょっとした風でもね車が影響を受けやすい。で周りにいる車の数とかね、周りにトラックがいたりとかした時もそうです。でデジタルの速度計で見てるとよくわかるのが、本当のね1キロ2キロあたりでこう上下がね激しいです。この辺はオートパイロット使っていても一緒だね。オートドライブか ACC で走っていても微妙に上下しやすくて、車が遅れてそれを補正するみたいになってきて、人間がやればもっとです。体感的に1キロ2キロは感じられませんから、スピードメーターを見て調整するの繰り返しで、そこで無駄がいっぱい起きてくる。なのでね、高速道路とか広い道を走るときはなるべくワンペダルでないモードを選ぶのがいいかと思います。トヨタのアクアとかだったらノーマルかエコモード、逆に日産の、ノートとかノートオーラだったらエコかスポーツ以外、ノーマルモードということになりますね。ごめんなさい、ちょっと言い直しますね。アクアだったらエコかノーマル、日産のノートやノートオーラだったらノーマルモード、これがワンペダルでなくなってスーッとね車が転がるモードになりますから、走りやすくなると思います。ホンダの場合は手元のねパドルスイッチでカチャカチャってやって減速力コントロールとかできるので一番やりやすいかな。ドライバーが意識が高ければそこでねこういうスイッチとか機能を最大限に活かせるといった話です。じゃあもう一つはアクセルペダルをオフにした時に転がっていく距離が長い車、つまりエンジンブレーキの効きが悪い車ですね。実はこの方が燃費が良くてエンジンの機構としては物としては優れています。で今の車はもういろんなあの手この手を盛り込んでねエンジンブレーキを効かなくしてる。そう、エンジンブレーキっていうのがねもう単なる抵抗であってロスであって、走りやすい走りにくいを抜きにすればもうそれはね悪でしかない、そんな感じです。そこでエンジンブレーキが効きにくい車でなるべく遠くからアクセルを離して燃費につなげる、これがねものすごく難しいです。ドライバーによって差が出やすいポイント、普通にこれだけで5キロぐらい差がつくこともあります。なので遠くからどれだけ早くアクセルを緩めることができて、かつ途中でアクセルを踏み直さないようにコントロールできるか、ここが燃費につながってくるところという話になります。で今日ちょっと長かったんでまとめていきますね。まず一つ目は先読みが全て、減速の時はいち早く、加速の時は巡航に移ったらちょっとアクセルを緩める。さらにタコメーターがついてる車だったら無駄に2回ポンポンと回転数が上げないように、タコメーターがね無駄に回転数を跳ね上げないように見ていく。それから窓を開けるかエアコンをつけるかの判断に迷ったら60キロを目安にして、60キロ以下だったらエアコン、ごめんなさい、60キロ以下だったら窓を開ける、60キロ以上だったらエアコンをつける。で3つ目、ハイブリッド車は温度が高い方が効率がいいんだよという意識をつける。で渋滞中は温度が上がりやすくて走行中は温度が下がりやすい。でその場その場で先の先まで考えてどうコントロールするか人間が頭で考える。で4つ目はハンドルを切ればそれ自体が抵抗になって減速しちゃうよと。で無駄な減速すればまた加速しなきゃいけない。で5つ目が究極的にはブレーキを踏まないこと。そしておまけはやっぱり、一緒になりますからちょっと省きますね。このあたりですね。
こんな感じでね、同じようにみんな走ってる車が実はドライバー次第で燃費に差が出てくるというのがお分かりいただけたかと思います。もう本当車ってカタログ燃費通りじゃないです。同じ人が乗ったらカタログ値がいい方がいいですけれどもね。であとは2026年中東情勢がめちゃくちゃになっていて、そう今後ねガソリン価格がどうなるかもう不安で仕方がないといったところから自分なりにシミュレーションした結果をこれから述べていきます。アメリカとイランが戦争を始めた時に日本政府はもういつもとは違うようなね異例の速さで備蓄原油の開放を始めました。もうなんでって思いましたね。なんで日本政府はこんなに早く動くのよって、すごくね疑問に感じたのを覚えています。でその裏にはアメリカ政府との、今後どうなるといった確約、そうこうなったらこうなるといった確約とかもあったでしょうし、あとは AI が裏でさまざまなシミュレーションをしてどうなるかっていうのをねもういろいろ考えていたと思います。もう本当 AI の時代ですからね。 AI イコール国力。日本政府が AI を使ってシミュレーションしてるんだったら自分も民生用として、一般的にね使える中で最高性能の AI を使って今後をシミュレートしてみたいなんてね思いました。で今回お相手してくれたのはアンソロピックのクロード・オーパス